出てきた出てきた。ほら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 。よっしゃ。おはようございます。釣り車中泊旅中のたくあんです。今日はね、こんなドアップから始まってるんですが、今何をしてるかというとですね、こんな感じのところでミミズをですね探してます。今日はね、久しぶりにうなぎ釣りをやってみようと思います。発見。生きがいいのがいましたよ。ほら、ミミズです。大人になると釣りでもしない限りミミズなんてなかなか見ることないですよね。うなぎ釣りはできるだけ太いのがいい気がしますね。アピール力のあるやつが、匂いの強いやつがいいですね。はい、発見。湿気の多いところのミミズは元気がいいですね。最近晴れてて暑い日が多かったからなのか、意外とね取れませんでした。まあこんだけあったらなんとかなるでしょう。でね、うなぎ釣りにはまあこれぐらいの太さ、もうちょっと太くてもいいかなぐらいがベストですね。さあ次のミッションは釣り竿探しですね。こんな感じで打ち上げられている棒からいい感じのやつを探して、それを釣り竿にしようと思います。波打ち側に立つとついついイワシ打ち上げられてないかなとか見ちゃいますね。ピーマンなんかピーマン流れ着いてんだけど、砂浜ってなんかいろんなもんが流れ着いてて面白いですよね。短いんだよなこれじゃ。太さいい感じだけど、もうちょっと長い方がいいな。あと強度もねあった方がいいんですけど、こんなに簡単に折れるようじゃちょっと困りますね。これでいいんじゃない？これでいきましょう。1メーターぐらいあれば十分です。今日やるのはね、うなぎの穴釣りです。これが釣り竿で、仕掛けはですね、この太めの糸と、あとショアジギング用のルアー用の針なんですけど、これを組み合わせてこのシンプルな仕掛けでうなぎを狙います。ショアジギング用の針は、小さめのこんな感じのサイズ感の針ですね。でこのスカートみたいなやつはちょっと邪魔なんで切ってしまいましょう。ちょっともったいない気もするんですけどね。糸は10号のナイロンを使うんですけど、太くて切れなければ何でもいいです。でこれをね1メーターぐらい引き出します。でその先にさっきの針を結んで、そしたらこの竹の先端に割れ目を入れて、でこの割れ目に糸を通してこうやって針を引っ掛ける。これでね完成です。あとはこっちの糸の端っこをね手前で持ってあげて、これで釣りをします。取ってきたミミズを針につけてやればよし、これで仕掛けのセット完了です。今日釣りをするのはこんな感じの小さな名もなき小川です。すぐ後ろは海で、砂浜にですね、ちょろちょろと流れ込んでるような、そんな感じの小さな川です。こういうね岩の隙間にですねうなぎって昼間入ってるんですよ。でそこにこの棒を突っ込んで、で餌に食わせてうなぎを釣るんですけど、今ねなんとねうなぎいたんですよ、ここに。見えなくなった。今ねこの辺の岩陰から顔出してたんですよね。ここだったかな、ここだったかな、いたんですよね。ほら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 、これほら、これうなぎですよ。ほら結構大きいな。あれ釣りましょ
とうなぎのサイトフィッシングなんて新しいんじゃないですか。いきますよ。出てきた出てきた。食ったな今。食った。合わせるのが早かったかな。ちょっとだけまだ餌残ってるんでこれでやってみます。出てくるかな。すごい反応だったな。びっくりしちゃったかな。今のダメになっちゃったかな。すごい食い気でしたね今の。ちょっと早かった。餌がちょっと長すぎたな。ちょっとだけちぎって生きのいい餌でもう一回トライしてみましょう。よし、こんな感じで先がピクピク動くようにしてね、これで動きで寄せましょう。くそ、この下にはいないかな。この岩の下どうですかね。結構隙間がありそうな感じがするんでいいんじゃないかな。いるじゃん。いるよ。いるよ。うなぎいた。食った。いたな。この下います。よ。なんか今日すごいうなぎの魚影がすごい濃いぞ。水量少ないのになんでだろう。雨が降ったりして水量が多くなるとうなぎって良くなるんですけど、最近ね全然雨降ってないから渇水気味なんだけど、いるな。なんか入れる穴うなぎがいるんだけど、どういうことこれ。来た。ダメだ。近距離の息を飲むようなこの戦いが楽しいですね、この釣りは。ちょっとちぎって餌を取られにくくしてやってみます。穴に入れるときはそっとガツッとね早く入れてしまって、うなぎの頭にガンって当たっちゃうと取られた。そうですよ、ガンって入れちゃうとねうなぎの頭にガツって当たっちゃって警戒されちゃうので、ゆっくり入れます。食った。すぐ食う。テンション上がってるよ。もう頭を出して待ってるような感じだ。もうね、基本一回針にかかってしまったら負けですからね。それでバラしてしまったらもう終わりなので、そこも難しいところ。食ってる。いやー難しいな。うなぎはいっぱいいるんだけど難しい。警戒されちゃったかな。よし、じゃあ新たな穴を求めて探り歩きましょう。ここいそうですね。というのもね、なんか手前の泥がねちょっとこう避けられてるんですよね。でうなぎって夜行性なんで夜のうちにこういうとこに入るんですよね。なんかここは生き物が通った跡がある。ここは怪しいですよ。ここいそうだな。ここめっちゃいそうだな。なんかねこういう岸際の
こんな水深の浅いような穴がね結構いいんですよね。これだけほら半分ぐらい棒が入ってるんで結構深いですが、ここはいないみたいですね。土管がありました。この中とかいないかな。すぐに出てくるやつもいれば、穴の奥からじっくり出てくるやつもいると思うから、そうだな、穴に入れて1分ぐらいは待ってみるかな。ちなみにうなぎ釣りにはこの深くて口の広い網が、そしてね網の目の細かい網が必須です。これは前に北海道でイトウ釣りの時にね買ったでっかい網ですね。でね、カニとかハゼが入ってる穴はね望み薄だと思います。というのもうなぎって本当に何でも食べるので、そういう生き物とは一緒に穴に入れないと思うんですよね。だからそういう生き物の当たりがあったりとか、そういう生き物が穴からパッと出てきた時は、ここにはいないかもしれないなと思った方がいいです。お、カエルがいる。捕まれるかな。捕まえた。ほら、でっかいウシガエルを見つけました。あ、この子足がない。生きてるよね。生きてるよね。おーい、生きてんのか。生きてるわ。ここなんかいるな。今竹がカタカタ動いた。ほら、竹が動く。ほらほらほら、動いてる動いてる。うなぎじゃないかな。うなぎだとね、もっとガガガガってなることが多いですからね。こういうね、フラフラしたのはカニの可能性が高い。もうクズガニっていうね、でっかいカニがいるんですよ。それの可能性が高いかな。あ、ほら、出てきた出てきた。出てきた。カニですね。ほら、ほらほら、出てきた出てきた。ほら、出てきた。ほら、カニです。でっかいカニです。釣れるんじゃないかな。おいで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 。おいでおいで。おいでおいで。逃げていった。さすがにダメだったみたいです。食えるかな。キノコはちょっと知識がないので手を出さないでおきますが、いつかはキノコの知識も習得したいですね。ここはいいかもしれないな。結構深いし、そしてね、こっから水流れてくるんですけど、やっぱりこういう流れ込んでるところっていうのは餌が流れてきやすいので、こういうところはやっぱり魚がつきやすいですね。なんかいるなんかいる。やっぱいる、なんかいるなんかいる。うなぎいるんじゃないかなこれ。どうだろう、ハゼかなんかかな。エビか。エビだな。テナガエビかも。でっかいテナガエビがいますね。GoPro で映るかな。この真下に。当たりの正体はこれかな。立派なテナガエビです。ミミズ近づけてみましょうか。ほら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 、すごい食ってくる。すごい食ってくる。じゃあ最初の穴に戻ってきました。だいぶ休ましたんで、また食うようになってくれてないかな。この穴の中には絶対いますからね。よし、食ったのに。くっそ、難しいぜ難しいぜ。なかなかやっぱ警戒モードだから難しいな。針先でこうミミズがピクピク多分動いてるので、それでこうアピールしてちょっ
と杭が渋ってるうなぎにも口を使わせるみたいなイメージなんだけど、ダメかな。違うか入れてみようか。反対側から。あ、ここに今顔出てたの。あ、いるじゃんいるじゃん。あ、来た来た来た。くっそー、うまいな餌取るのが。ミミズがなくなった。でもこの駆け引きがたまらない。餌を取られてばっかりでなかなかかかんないんで、ちょっとねやり方変えます。今までここにね糸を挟んでたんで、うなぎが食って引っ張った時にここの重さがかかって違和感で離しちゃってたんですよ。だからここはもうねこうやって乗せてそーっと入れるぐらいにして、うなぎが食った時に糸をこうスルスルっと持っていけるようにして、で持っていかせて、で巣穴の中でゆっくり食べさせて合わせようと思います。その作戦でいきます。多分糸を持ってかせた方がいいんだよ。まだ顔出してんな。いますね、まだ。これね、多分ね、食わせて持ってかした方がいいんですよね。くた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 。持っていかせて、合わせ、あー、ダメだ。ダメだな。どうしたら取られない？どうしたら取られなくなる？持っていかせて、持っていかせて、じっくり食い込ませてから合わせよう。よっしゃ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 、やっと取れた、やっと取れた。いやー、苦労しました。やっと釣り上げることができました。うなぎです。何回餌取られただろう。20回ぐらいは取られたんじゃないかな。やりました。粘り勝ち。この岩の下でうなぎが釣れたんですけど、ここの水深なんて僕の手首ぐらいなんで20センチぐらいしかないんですよ。で、最初にうなぎ見たところなんてここなんですけど、ここなんて僕の人差し指ぐらいしか水深がないので、ほんと10センチもあるかないかぐらいの水深しかないんですよ。意外とこういう浅いところにいるというか、こういう浅いところの方が僕はねうなぎ多いような気がします。朝からお昼までやってようやく1本、なんか効率がねすごく悪いような感じもするんですけれど、本来なんていうんですかね、食物を得るというのはこういうものな気がして、一日を食いつなぐためのものを一日かけて取るという、なんか本来のそのなんていうんですかね、野生生物の生き方みたいなものをね、なんか思い出す感じがします。こういう厳しい釣りをすると。何言ってるのか分かんないかもしれないですけど、ちょっと疲れてるんで許してください。うなぎって釣ってすぐは食べられなくて、水の中で生かしておくんですよね。でほら、こんなにね泥吐いてるんですよ。これね、水きれいだったんですよ。これで何回か水を変えて泥を吐かしてからじゃないとなんか泥臭くなっちゃうんですよね。水を変えてきれいになりました。さっき見てもらった時はすごいねドロドロでしたけど、水変える前はねこれぐらいきれいだったんですよ。というのもね、水道水を入れてましたからね。で水道水入れてるんですけど、一応カルキは抜いてあります。うなぎは強いのでカルキ抜かなくても水道水のままで大丈夫だと思うんですけど、念のためです。ただね、ブクブクは入れといた方がいいと思います。
前にねブクブクなしでやっててうなぎ死んじゃったことあるんで、ブクブクは絶対に入れといた方がいいですね。多分前回の動画でご紹介することになってると思うんですけど、釣り人のための宿温故知新に戻ってきました。詳しくはね前回の動画見ていただければいいと思うんですけど、今日ね台風が近づいてて風がめちゃくちゃ強いんですよ。でこれからね雨も降ってくる可能性があるので、この屋根付きのねで風が避けれる温故知新のこのバーベキューができるスペースでね、今日はうなぎをねさばいて食べていこうと思います。ではまず炭を起こしておきましょう。そしたらうなぎですね。ほら、昼間に水変えたのにもうこんなに泥を吐いてる。やっぱあれですかね、ミミズをたらふく与えたからこんなに泥を吐いてるのかもしれないですね。そしたらうなぎを氷締めにします。じゃあ氷締めして動きが鈍くなってから脳締めをします。で全部切るとさばくの難しくなるんで、全部切らずに背骨だけ切るっていう感じでやっています。次はぬめりを取ります。食器洗う用のスポンジですね。これでゴシゴシこすって取りましょう。本当はね金流しがいいらしいんですけどなかったのでこれで代用です。ぬめりは特に取らなくてもいいらしいんですけど、さばきやすくなるので今回は取ってやってみようと思います。そしたらこの辺かなに目打ちをしてしっかり固定してで開いていきましょう。すごい、やっぱよく切れる包丁でやると違いますね。前にうなぎさばいた時は本当にさばきにくかったんだけど、いやめちゃくちゃさばきやすいな。じゃあ内臓を取り出して、内臓はこの苦玉っていうやつだけ潰さないように取り除いて、あとはね食べれるんで取っときます。じゃあ次はこの背骨を削いでいく。うまいことこうやって背骨だけきれいに削ぎます。よし、じゃあここまで来たら頭を落としましょう。どうでしょう。プロのようにはいきませんけれど、素人がさばいた割にはきれいにできたんじゃないでしょうか。やっぱりね切れ味の高い包丁を使うっていうのは大事ですね。でこれ頭なんですけど、うなぎは頭も骨も全部使います。なので半分に割って、でエラはねきれいに取り除いておきましょう。骨は適当な大きさに刻んで、そしたらかば焼きのタレを作りましょう。まずはお酒。これはね千葉のお酒を買ってまいりました。大さじ1ぐらい。分量は1対1対1で、酒、醤油、みりん、砂糖ですね。ではタレを火にかけつつうなぎの骨を炙っていきます。頭もですね。じゃあこうやってね色づいてきたらこのタレに入れていく。じゅわっと音がするんですよ、入れると。では半分ぐらいに切って串を打っていきます。これが結構難しいんだよな。はい、なかなか時間かかりましたけどできました。肝はお吸い物にするかどうか迷ったんですけど、今回は焼きで食べてみようと思います。うなぎの肝っていうのはね肝臓だけではなくて胃とかね全部、苦玉以外全部のことを言うらしいですよ。はい、肝もねこんな感じで串打ちしました。では焼いていきます。
肝は端っこの方で焼きましょう。おお、うまそう。ではさっき作ったタレをですね、塗っていきます。肝はどぶ漬けで焼いていきます。では仕上げに入りましょう。あったかいご飯にタレをたっぷりかけまして、で焼き上がったうなぎをのせれば、これね、串抜くのが結構難しいんですよね。山椒はお好みで。できました。天然うなぎのうな丼とうなぎの肝の串焼きです。それではいただきます。まずはうな丼から。じゃあタレがたっぷり染みたご飯と一緒にいただきます。臭みは全然ないですし、皮も程よくパリッと焼けててうまいです。タレがまたうまいんだよな。骨からうなぎの旨味が染み出てて、いかん。うなぎはですね、美味しすぎていつも無言でむさぼり食べてしまうから食レポを忘れちゃうんですよね。今回関東風にしようと思って背開きにしたんですよ。関東風は背開きにして、で関西はね、腹開きにするのが一般的らしいんですよ。で関東風はさらに焼くだけじゃなくて焼いて蒸して焼いてっていう工程を取るんですけど、今回もねそれやろうと思ったんですけど、ちょっとお腹空きすぎちゃってその工程を省いちゃったんですよね。で蒸した方が多分もっとふわふわで柔らかくなったと思います。さてこの辺りで一杯いきましょうか。これはね、千葉のお酒です。いただきます。うまい。でここにこれですよ、肝焼きですよ。ちょっともったいない気もするんですが、一口でいただきましょう。肝のいい香りがする。で胃袋はコリコリだ。これ合わせてうまいな。なんかね、肝はサザエの肝から苦味を抜いたような、なんかそんな感じの味ですかね。これは日本酒とめちゃくちゃ合います。肝焼きもっと欲しいな。一匹にねちょっとしか取れない希少部位ですからね。肝はなくなってしまいましたが、まだ身があるんでね、これで飲みたいと思います。このご飯はね、もうこのタレが染み込んでれば身がなくても十分うまいですからね。
ごちそうさまでした。猫が落ちています。この尻尾どんどんは機嫌の悪い証拠です。多分撫でろと言っています。気持ちいいですか？返事をしてくれます。たらじくん気持ちいいですか？小さいお返事です。撫で方が気に入らないと怒ります。はい、たらじくん、これはまごしですよ。どうぞ。お行儀のいい手ですね。